今日はエリンギステーキ焦がしネギソース。最近ですね、エリンギを見直しております。なぜならカロリーもねそんな高くない。食べて焼きたて美味しい。ほらいい匂い。ただ焼いただけでもいい匂い。水分をいかに外に出さずに美味しく調理するかでエリンギの美味しさは劇的に変化します。うまい。じっくりと晩酌する最初の一品どうでしょう。おすすめです。最近ですね、エリンギを見直しております。エリンギというのはですね、非常に軸の部分が太いですよね。あそこに水分たっぷり入ってるわけですよ。その水分をいかに外に出さずに美味しく調理するかでエリンギの美味しさは劇的に変化します。今日はエリンギステーキ焦がしネギソース。ではまず材料の紹介ですね。まずエリンギ、それから長ネギ、ニンニク、調味料が醤油、みりん、酢、それからサラダ油ですね。でエリンギは通年売ってるんですけど、このセットですね、大きいのとちょっと小さいのが1パックに入ってる感じじゃないですかね。でもしかしたら今自分はエリンギもたくさん取れるんですかね。袋詰めで大量に入ってるエリンギ売られてる可能性もありますね。ではまずニンニクから切っていきます。エリンギはねちょっと他のキノコの比べてもねちょっと独特な香りがありますからね。みじん切りしたら別の容器に入れて、では次にネギを切っておきます。ネギは薄切りですね。ネギは切れたらもうフライパンの中に入れちゃいます。でまず今回エリンギステーキ焦がしネギソースなので焦がしネギを作ります。油入れて火をつけます。最初中強ぐらいからやっていいんじゃないかな。でじわーっといってきたら弱火にしてしっかりと色をつけていきます。ちょっとね一回しっかりと油に触れている状態を作り、この状態で置いておきます。油が熱せられてちょっとこういうふうにはぜるような感じになりますね。そしたら火加減弱めます。で弱火にしてちょっとじっくりね色付けさせていきますね。でエリンギ切っておきます。エリンギは真ん中で真っ二つで、この断面フラットじゃないですか今切ったから。この断面を中心に火入れをしていきます。もうこっち8割こっち2割ぐらいな感じ、雰囲気的には。ここは当たる面積ってこことここだけなんですよ要は。火入れてここ浮いた状態になるのでどんどんここに焼き目つけてこうとか頑張っちゃうと火が入りすぎちゃう。そうすると中の水分抜けて美味しくない。なのでここをしっかり焼き目つけて蓋をして蒸し焼きにすることでちょうどいい火入れを実現します。エリンギはそんなに普段使わない食材のような気がしますけれど、最近結構食べますね。なぜならカロリーもねそんな高くない。で食べて焼きたて美味しい。野菜でいうとなんか僕の中でですよ、ズッキーニと同じような位置づけなんですよ。なんかいろいろ混ぜても美味しいんだけど、そんなに混ぜ込んじゃうとこうなんていうかな個性を出さないけど、単体で丁寧に焼いてあげると塩だけで十分美味しいです。こう徐々に色がついてきましたね。こういうね。で当然ですけどこの油自体もかなりネギの香りが移りますね。ネギオイルでステーキ作っていく、そんな感じです。このぐらいですね。全体茶色く色づいたら火を止めて、できるだけ油を切ってですね別の容器に移し替えておきます。でこのままエリンギ焼いていくと当然ネギ焦げるので、でもネギはここまでしっかりと色付けしてあげないと香りが出ないですね。なのでここで一回取り出していきます。ちょっとねここ地味な作業ですけど、めんどくさかったらもうザルで一回こしちゃった方がいいですね。できるだけ残ってない方がこのちっちゃいのがですね焦げても結構焦げの香りって強いので真っ黒になっちゃうとその香りが移っちゃいますね。じゃあネギの破片を全部拾った状態から再度油を熱して、まだ熱いので中火ぐらいからいっていいと思いますね。ちょっとね今日あまりにもサイズが違うので太めのちょっと先に15秒か20秒ぐらい置いて、その後小さに入れますね。入れていきます。
20秒でいきます。20秒後に投入で、全部同じように切った断面が鍋底に触れてる状態ですね。鍋肌に触れてる状態で、ここで蓋をしてこのまま2分間ぐらい蒸し焼きにしていきます。でこの間に調味料合わせておきましょうね。お醤油、みりん、酢、はい、あとはエリンギに火が入る直前ぐらいでこれを全部同時に入れれば OK です。ほい、ほらこんな感じ。油吸って表面で焼き目ついて、ちょっとこう反る感じですね。ほらいい匂い。ただ焼いただけでもいい匂い。ただ今この辺まで火入ってるんですよ。この辺まで3分の1ギリギリ火入ってるか入ってないかぐらいですね。さあここで各種調味料入れて、最後に調味料入れるじゃないですか。さあここに蒸気がもう立ちますよね。それで完全に火が入ります。まずにんにく、さっと表面だけ火入れて、ネギ戻した。で最後に合わせ調味料、OK、出来上がり。で最後に残った調味料とネギとニンニクをかけ回して完成でございます。ちなみにエリンギもですね、この傘の部分と軸の部分好きっていうのが多分いると思うんですよね。あんまり聞きませんけど。ちなみに基本僕は頭が好きなんですけど、立派ですよ。太いですよ。でこれ完全に水分抜けるともっとシュワッとしちゃうんですよね。はい、だからまだ抜けきってない状態。いただきます。うん、これまそうだった。いやいいですね。このちょっと涼しくなってきた、もはや肌寒いですかね。夜も長いですから、じっくりと晩酌する最初の一品どうでしょう。エリンギステーキおすすめです。ごちそうさまでした。